うするこの土地。間に合うか。いつも正直道場 R ご覧いただいて、ありがとうね、ありがとうね。まあね、今回ねここ、香川県のね阿戸池っていうところに来てるんだけどもね、阿戸池来たことあるぞっていう人ちょっと手挙げてもらえるかな。結構いるね、結構いるね。まあでもね一度行ってみたいなっていう人どれぐらいいるかな。ちょっと手挙げてくれるかな。多いねやっぱりね。まあね、ここ阿戸池ね、非常に、有名な場所です。青物もいるしマダイもいるし、でもともといる、ヒラメマゴチ、そういった魚もね、狙えるからね、いろんな人が来るね。今僕ね何やってるかっていうとね、大日本プロレスのね登坂社長のね、モノマネしてるんだけどもね、知ってるよっていう人ちょっと手挙げてくれるかな。やっぱりね、あんまりいないね。まあね仕方ないね。ついねこの間両国丹って言ってねビッグマッチ見てきたところなんでね、それ見てね、次のオープニングはね登坂社長にしようかななんてね思ったんだけどもね、やっぱりね、あんまり知ってる人いなかったね。大日本プロレスといえばこのデスマッチ有名ですよね。この真夏のデスマッチ、これをねみんなにね、見ていただきたいなと思って僕もね楽しみながらやりますんで。ではねそろそろここでね阿戸池大会のスタート。ぴっさりよし、さあ真夏のデスマッチ、ここ阿戸池で完全攻略なるか。今釣れてるのは、2キロぐらいのカンパチと、4キロ5キロぐらいのヒラマサ&ブリですね。あとマダイはだいたい30センチぐらいのものがアベレージ、それが放流してる魚で、それ以外に結構ねもう見えるんですけども、チヌでシーバス、マゴチ、ヒラメ、キジハタ、そのあたりが狙えますね。人気の秘訣はやっぱりこの足場がね、砂利浜で非常に安全に楽しめる。ここはねトイレも池のすぐ横に隣接してますんで、そういう点でも女性とかお子さんが一緒にね釣りするにもベストな場所ですね。阿戸池のね魚食べてみてください。もしくは、ここ阿戸池には食堂があります。そこのね食堂の魚もぜひ召し上がってみてください。天然の魚を上回る美味しさ、青物もマダイも、それ本当にね今の日本の養殖技術見直しますよ。今回使ってるタックルが、今回初お披露目になりますね。なんと3代目クロステージの4ピースモデル、メジャークラフトとしては初の4ピースのショアジギングロッド 964LSJ ですね。ついにショアジギングはパックロッドの時代に突入ですって言ってる間に青物回ってきましたね。これ青物ですね。岸近く泳いでます。一瞬ルアー見たけどな。
今回私が使用しているロトなんですけれども、珍しいですよ。これね、ここに継ぎ目があるでしょう。ここがまず一つですね。ほぼグリップだけ。そしてその次ね、これですね。もうね、1つ目2つ目で、ここ3つ目で先端ですね。4ピースロットです。4ピースロットのショアジギングロット、これが、クロステージ CRX964LSJ ライトショアジギングモデルですね。でいよいよね、ライトショアジギングかなり身近になりました。4ピース化しました。4ピースロットってね、イメージ的にはすごく、華奢で力もなくて、でバランスも悪いっていうようなね、昔の4ピースロットのイメージ持たれている方まだまだいらっしゃると思います。最近はね、4ピースも技術がすごく上がってきたので、いよいよこうやってね、ショアジギングモデルにも4ピースっていうのが登場しました。でこのモデルね、非常にコンパクトなんですけれども、プラス、専用のねセミハードケースがつきます。ですので持ち運びにまず便利で、保管にも、重宝するというねシリーズになってます。シリーズ中ね、エイギング、シーバス、ライトゲームとね、カテゴリーがあって、ショアジギングに関しては今のところこのモデル1本だけです。964の LSJ1 本だけなので、迷うことなく、使っていただけるんじゃないかなと思います。ライトショアジギングモデルだから、サバとかね、ハマチとかで使えるんでしょっていうような感じなんですけれども、実はねカンパチだとかヒラマサなんかも狙えますんで、是非ね、お手軽にショアジギング楽しみたい人にとっては最もぴったりな一本になると思いますんで、是非お試しください。でこれがメインなんですけれども、ここアド池は、結構ねマダイが釣れたりマゴチが釣れたり、あとヒラメが釣れたり、そういったところでね使うのがこのジグラバースルーというルアーなんですけども、ジグラバースルーにぴったりなのがこの N1 の SRJ ショアラバージギングモデルですね。でこちらの方と2本立てで今回は楽しみたいなと思ってます。早巻きでスイッチ入れる。水面をバシャバシャってこうやってあえて水しぶきを立てながら合うもののスイッチを入れるっていう方法ですね。着水で水しぶきを立てながら合うものの活性を上げるっていうジャーク方法じゃなくてリトリーブ方法ですね。トップウォータージギングですね。所長情報によるとカンパチをね結構な量を放してるそうなんですよ。にもかかわらず上がってる量は少ないで、また追加で入れる。でもやっぱり釣れない。また追加で入れるというね、どんどんカンパチが今溜まっていってる状態ですね。そこでカンパチに一気にスイッチが入ってバタ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 って釣れてしまう日がいつかやってくるんじゃないか。それが六車所長が最も恐れるカンパチの X で、いよいよ本日所長がビビってもう包丁を握る腕が上がらないぐらい魚が持ち込まれるカンパチの X デーが本日やってくるんでしょうか。足元ね言ってたら、やっぱりそこの足元でボイルがありました。うわあ、あっちでもあれも激しいな。見えますあれ、あそこのボイル。もう岸際2メーターぐらいの範囲ですね。あれ一番端っこで所長がスナイパーのようにじわじわと追い詰めていってますね。現在9週連続で V トリガー出してるからな。10週連続なるんでしょうか。10週連続ゲットはこれもう白鵬の記録に並びますよね。これもう大記録ですよ、所長の。いよいよ来週10週連続チャレンジ。10週連続を達成した暁にはもうね、これアド池を無料開放してもらいましょう。
所長10週連続記念おめでとうございますって言うとね、アドイケをこう無料で開放してもらえるという素晴らしいサービス。そんなサービスはありません。所長がロックオンに入った。あそこで虎視眈々と、あそこはねもう一番端っこ右端、水深がね1メーターぐらいしかないんですよ。でもたまにその1メートルのシャローに魚がね集団でふわーっと入ってきて、そこでボイルが始まるんですね。その瞬間をずーっとあそこで虎視眈々と延々と待っている、それがスナイパー六車所長ですね。でも偉いですね。管理人なんだからオープン前とかね終わってから一人で貸し切りでやることだってできるのに、こうやって普通にみんなと同じような条件で9週連続釣っちゃうっていうね。いよいよ来週10週連続のチャレンジ、白鵬超えなるか楽しみですね。これまずいな、風もなくなってデス化してきたな。あ、もう回ってきた。あれ青もバーッとちょっとこう波立ってるやつ。あっちの方行ったな。これやっべえぞ。あ、今一番端っこ六車所長ファイト中。さあ結構引いてますね。青門であることは間違いない。平正かカンパチか。ランディング。おい、ランディング成功。カンパチかな。釣り上げ成功です。あれ青物が回遊中。結構これ大きな群れやな。さあこれはチャンス。青物の目の前通ってるけどな。ついたね一瞬ね。ちょっとルアー反応したもんな。よっしゃ、出た。食ったね。水面早引き。今のね、あえてルアーを沈めずに水面をただ引き、スプラッシュっていうかね、その水しぶきを上げながら思いっきり高速リトリーブ。ああいう食わせ方もあるね。しゃくるだけが正直リングじゃない。ああやってトップウォーター、水面直下でのジグの食わせ方、それも一つありやね。わあいっぱいついてる。トランキーロですね。ちょっとねかかりどころが
あまり良くないんで慎重にいってます。背中にかかってる。おまけにその背中にかかってるルアーを他の魚が食べようとして何回もその背中のルアーをパクッパクッって食べるそれを食べるんじゃないそのルアーを食うんじゃない。はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、ラマサでした。これね、トップですね。で、釣れたのはこれメタルジグ、ジグパラ TG の 32g ですけれども、メタルジグって沈めてねしゃくるっていうイメージあると思うんですけれども、それだけじゃないんです。ただ引き、しかも水面直下ですね。でそういう時でしか反応しないっていうケースもあるんでね、ぜひしゃくるだけじゃなくて、そういった水面直下の早引きシャージキング、これもねぜひ試してください。アド池みたいな水深の浅い場所ではかなり効果のあるテクニックですので、ぜひ試してみてください。平正登場です。今ずっと岸沿いを魚が回遊してますね。で、ああいうのが魚が回遊している、目に見える合図というか目印ですね。でそういうのを見逃さないように。で特に今日みたいに水面が穏やかな時はね、あえて魚が回遊しているのが見えるので、ぜひこの変光レンズかけてね見てください。変光かけるのとかけないのとで全然違いますんで。でああいう波紋が見えるっていうのもあるし、魚がもう直接見えるっていうケースもある。でそれ以上に大事なのが、今ここにもベイトが溜まってるんですけれども、そのベイトが溜まってる場所っていうのを把握できるっていうのも非常に大きなアドバンテージですんで。お、出たな。ちょっとみんな休憩し始めた、まったりした時間になってきましたね。こういった時はメタルジグだけがショアジギングじゃないですよ。こういうジグラバースルー、早い話キャスティングタイラバのようなルアーですね。これで青物だけじゃなくってね、いろんな魚アド池にありますんで、ちょっと青物のお休みタイムにはこういうキャスティングタイラバ、これもありですね。はい、今回のメインルアーです。ジグパラの TG というルアーですね。で TG っていうのはタングステンという意味ですね。一番軽いので 10g で、一番重いので今私が手に持っている 32g っていうラインナップになっています。でここアド池はね、あまり水深がないので、ちょうどいい重さがこの 32g ぐらいなんですね。で TG ね、これもうこのままの状態、これケース入ってますけれども、ケースから出したらもうすぐフックついてます。だからもうすぐに使えるっていうお手軽さですね。でこれね、非対称になっています。左右こっち側がポコッとちょっと凹凸のある感じですね。でこっち側が真ん中が膨れているっていうような感じですね。でこれジャークして使うもよしなんですけれども、必ず使ってほしいのがただ巻きですね。でその中層ただ巻き、表層ただ巻き、そのリトリーブしても綺麗にねウォーブリングしてくれるルアーなので、ぜひねジャーク&リトリーブで狙ってみてください。で、メタルジグでね必ず厳しい時間やってきます。
潮が動かないだとか魚の、ね、気配がなくなった時に使ってほしいのがこれジグラバースルーですね。でキャスティングタイラバのようなルアーです。でこれねもうはっきり言って対象魚は選びません。で何が釣れるかわからないっていうねルアーなんですけれども、ここアド池ではねジグラバースルーのもう一つオフセットタイプがあって、そっちはワームを装着するんですけれども、アド池ではワーム禁止なのでこのジグラバースルーのタイラバタイプですね、それでやってもらうといいと思いますので、是非ねこのジグラバースルーでいろんな魚も狙ってみてください。この城に着いた時がもう一気にスイッチ入るからな。ここ一回そのキワでこの城追い詰めて勢い余ってバーンってこっちの岸の方まで上がってきたやつおんねんか、そいつを手づかみで掴んだってことだったカンパチボーンって上がってきてビタビタビタってしてるからビッよし一丁上がりそれぐらいやっぱりこの城はやっぱりもう絶対食いたいんやろうね。ロックオン。よっしゃいいとこ入った。ベストやけどな、これ以上ないってところに入ったけどな。チェイスもないな。しまった、こっちに来てる。回ってきた。ちょうどいい具合で遭遇する。全員がルアーを避けていったみんなヒャッヒャッヒャッ身をかわしていったやっぱりただ泳いでるだけのやつはダメだよな。やっぱりなんかこうスイッチの入らない足元のベイトとかこういうのにやっぱりスイッチが入らんとダメやな。で通常はこうやって今やってる一般的なワンピッチワンジャークですね。これどこの釣り場でも通用する青物からいろんな魚が狙えるジャークなんですけれども、このワンピッチワンジャークだけじゃなくてやっぱりただ巻きですね。でしかも速いリトリーブ、これがアド池では効きます。もちろん普通の釣り場でも効きますけれども、特に試してもらいたいのがここアド池ではこの早巻きファストリトリーブですね。基本は今これボトム取ってボトムから巻き始める。でどうですかね、これで半分ぐらいですね、中層までしゃくって再びフォールで、このフォールの時も当たることありますから、油断できないです。で着底巻くで中層まで上がってきたら再びフォール着底させますね。着底で巻く、これが基本です。で今ないですけれども、ボイルがあるような時、そういった時は逆にこれルアーを沈めてしまうと魚も沈んでしまうので沈めないで、ボイルの向こう側に投げて着水と同時に竿を立てますね。竿を立てて水面をルアーがピシャピシャピシャっとこう水しぶきを上げながら泳いでくるような感じのイメージで、これ魚にとっても小魚が逃げてるっていうのをすごくアピールしやすいアクションなんですね。でこれ逆に竿を下にしてしまうとルアーがどうしても下に沈んでいこうとしてしまうので、この水面でトップウォーター気味に使う時は着水と同時にロッドを立ててスキッピングさせるような感じですね。でバーンってこうトップで出るとびっくりしてすぐ合わせちゃうんですけれども、やっぱり魚の重みが乗ってからフッキングさせた方が確実にフックアップさせることができるので、びっくりして合わせずに重みが乗るまでちょっとワンテンポ
待ってからフッキングさせてください。そうするとバラシも少なくてフッキング率も上がります。いやー、なかなかね、ボイルがあっても口を使わないっていうケースもありますね。特にね、ハド池やっぱりフィッシングプレッシャーもね、そこそこかかってますんで、魚もね結構ルアーをね見切りやすい時間帯もあります。そういった時はね、もうやみくもに投げ続けるのも一つの手ですけれども、ちょっとね距離を置いて魚にプレッシャーをねなるべくかけないように、ルアーをねちょっと投げるのをやめて、休憩がてら様子見ると。で魚がねまたスイッチが入るとボイルもねあると思いますんで、そういったタイミングで再び一撃必殺でルアーを投入するというのもありでしょうね。夏のね日中炎天下の中ずっとやってるとね、熱中症の危険性もありますんで、ほどほどに体力と相談してちょっとプレッシャーを低くしてやると、そういうのも一つの作戦ですね。よし、ちょっとこの距離を置いた状態から、完全にバスやなもう。足元足元足元。よっしゃ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 。全然反応せえ。わあ、すげえなあれ。なんじゃあのナブラ。間に合うか。世界最大級のナブラやったけどな。これ森や、すげえ打ち上げられてるベイトがちょうどこれ TG の32と大きさ的には一緒ですね。マイクロベイトにはシルエットなコンパクトのジグで狙いましょう。おお、よっしゃ食った。世界最大級のナブラ、すげえな。アド池、やっぱりこの城やね、ちっちゃなこの城についた魚を岸際にね追い詰めて捕食してますね。で砂浜に釣り上げると、よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。岸際でちょうどね3センチぐらいのこの白の小さなベイトですね、今もそこいますけれども、そのあれ見てください。これアド池やっぱやばいでこれ
マッチザーベイトってこのことですよね。小さな5センチぐらいのベイトを食ってる時はやっぱりこの TG、 これも一撃でしたね。やっぱある息すげえわ。でまあね、ちょっとね食いしぶりの時そういった時はやっぱりコンパクトサイズの TG、 これが間違いなくいい仕事してくれますんで、まあ歩池だけじゃなくてどこに行くにも必ず TG は持っといた方がいいですね。いやー、マッチザベイト TG ありがとう。これはダメだ、フルタイムドローやな。岡田家にまさかのフルタイムドロー。焦ったもんな。残り時間10分残り時間10分って言った時に、うわマジかこれフルタイム、いやそんなはずはない、絶対決着つくわって。 V トリガー何回やっても決まらへん、レインメーカー何発受けても決まらへん、どうなってんのこれ。残り時間5分残り時間5分、やばい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 、どうするよこれ。ジョーホールの、ね、試合事前にね全部予想を立てて、メインの岡田ケニー以外の試合結果全て的中させましたでも最後のメインだけは予想できなかった。プロレスはやっぱり奥が深い、まだまだ読めないとはいえメイン以外は全部当てた。さあ興奮冷めやらぬあど池もぼちぼち残り時間5分残り時間5分っていうぐらいのタイミングに差し迫ってきました。いや実はね3匹釣れるんじゃないかなっていう予想を立てたんですよ今回。そのね3匹まであと1匹。プロレスの予想は当たっても超過の予想は当たらないのか。平正が釣れて目白が釣れて残りあと1匹カンパチ。これで青物御三家グランドスラム達成。そんな野望を抱いておりましたが、そろそろ終了のゴングが鳴りそうですね。最後の最後ドラマは起きませんでしたが、朝の7時から夕方の4時まで最高の結果に終わることはできませんでしたけれども、最高の9時間でした。ありがとうございました。いや今回ね3匹釣れるって思ったんですけどもね、なかなかそうはいかなかったですけど、これねジグパラの TG 大活躍でしたね。ベイトが小さい時はやっぱり TG に限りますね。ここあど池に TG の雨が降るぞ。間違いなくあど池は TG ですね。最後に今回の格言、 TG で釣れない人はただのぴっさり。以上、興奮冷めやらぬあど池からお送りしました。ぴっさり。